こんにちは。今日は上の方だけ透かし編みのバッグを作っていきます。使いやすいサイズのトートバッグが出来上がります。よかったら試してみてください。その際は高評価と登録とベルマークをオンにしてください。ベルマークをオンにすると動画を公開した時にすぐお知らせが届きます。ぜひベルマークをオンにしてください。今回使う糸はダイソー産のリサイクルコットン 100%、 極太で色はホワイト、 40g で40メートル、使用かぎ針の目安は8号。これを8号で編んでいきます。この糸は太くて綿 100% でガサガサした感じです。太さは 2.5 ミリぐらいに見えます。この糸を使って編んでいきます。あとはマーカーととじ針を使います。まず底を作ります。その周りを細編みで3周編んでいきます。3周だけなので簡単です。今回は鎖23、29、35、41、47、53、このどれかであれば大丈夫です。鎖編みをしていきます。この鎖は少しゆったりと編んでいきます。このまま必要な数だけ鎖を編んでいきます。必要な数だけ鎖を編んできました。私は鎖41、長さはこの状態で30センチ。次はこの周りを細編みで一周します。楕円形にしたいので、この端の鎖に細編み3つ、こっちにも3つカーブを作って楕円形にします。これはこっちで見ると、これが鎖、端の鎖に細編み3つ、こっちの端も3つで、ここからスタートします。ここを編んでくるっと回って、最後にもう一つ細編みをするので、鎖をもう一つ戻って2つ目に細編み。この時は裏返して、この糸が盛り上がっているところ、ここに細編みをしていきます。針から1、2、この底を作る時には裏に針を入れて作る方がきれいに出来上がります。これが1つ目の細編み。1つ目の細編みにマーカーをつけていきます。同じところにもう一つ細編み。端の鎖に細編み2つ。鎖に2つ。次からまっすぐ1つの鎖に1つずつ。このまま端まで編んでいきます。ここでまた1つに3つ編むので、その手前まで編んでいきます。端まで編んできました。これが一番端の鎖。
この一番端の鎖に細編み3つ。まず1つ目、次は2つ目。2つ目を編むときにはこの糸端を向こうに寄せておきます。この長い糸の下を通って向こう側で、この状態で2つ目の細編み、次は3つ目。3つ目を編むときにはこの短い糸端を今度は手前に持ってきます。これで端の鎖に細編み3つ、次から1つずつ、まずこの3つ入れた隣、普通の細編み、この糸端は編みくるんでいきます。次も一つに一つの普通の細編みをしていきます。このままこのスタートしたところの手前まで、ここら辺まで編んでいきます。一周編んでスタートしたところまで戻ってきました。最初の細編みを見てみます。最初の細編みにはマーカーがついています。最初の細編みの入っているところ、ここが一番端の鎖、ここに細編みをもう一つ、最後の細編み、ここが最後の鎖、これで端の鎖に細編み3つ、こっちも3つで楕円形ができました。最初の細編みに引き抜きます。この引き抜くときにこの引き抜く糸にマーカーをつけておきます。これが引き抜いた糸、ここは細編みで、ここは細編みで、次は引き抜いた糸、これは引き抜いた糸、細編みではないので後で分かりやすいようにマーカーをつけておきます。これは細編み、これは引き抜いた糸、細編みではありません。次に2周目。2周目も丸い形にするために細編みの数を増やします。今ここからスタートして編んできました。この細編みの上に細編み2つ、ここに2つ、次も2つでぐるっと編んで、この足の細編みにも2つずつぐるっと編んで、最後にこの細編みに2つでカーブができます。ここからスタートします。で、まず鎖1つ、根元に細編み、ここ1つ目、
同じところにもう一つ、これで一つに二つ、次も二つ、1、2、次から一つに一つずつまっすぐ編んでいきます。隣、でここでまたこの端の細編み3つに細編み2つずつ、ここまでまっすぐ編んで、ここから細編み2つずつでぐるっと編んで、ここまで編んでいきます。2周目の終わりまできました。最後の細編みに細編み2つ、このマーカーは引き抜いた糸につけたマーカー、これは1つ目の細編み、これは引き抜いた糸につけたマーカー、その手前が最後の細編み、ここに細編み2つ、まず1つ目、2つ目、これでこの3つに細編み2つずつ、この引き抜いた糸につけたマーカーは必要なくなるので外します。最初の細編みにつなげます。で引き抜いて、これで2周目が終わりました。今引き抜いた糸にまたマーカーをつけておきます。この引き抜いた糸、次は3周目。3周目はまた細編みを増やしていきます。で2周目はここから始めました。こことここ、どちらかを2つにします。どちらを2つにしても大丈夫です。ここで細編み1つ増やします。例えばここを1つにしてここを2つとか、またここでも1つ増やします。ここを1つにして2つにしたりして、細編みを1つ増やして、ここでも細編みを1つ増やして、次からまっすぐ、ここでまたどちらかを2つにします。こっちを2つにして1つにしたり、1つにして2つにしたり、この増やす細編みの位置はどこでも大丈夫です。見た目のバランスが良くなるようにします。で、最後のこの2つ、ここもどちらかを2つにして1つで、全部でこっちで細編み3つ、こっちで細編み3つ増えたら大丈夫です。3つずつ増えたら楕円形が出来上がります。まず鎖1つ、根元に細編み、これが1つ目で、次を2つにしようと思います。どちらを2つにしても大丈夫です。これで細編みが1つ増えました。次またこの2つのどちらかを2つにします。私はここを1つにして、次を2つ、
次からは一つずつまっすぐ編んでいきます。でこのままこっちまで編んでいきます。ここでもこの2つあるうちのどちらかを2つにして、次もこの2つのどちらかを2つにします。この範囲で細編みが3つ増えたら綺麗なカーブが出来上がります。こう編んでここまで戻ってきます。3周目の終わりまで来ました。最後の細編み2つ、この2つのどちらかを2つにします。私はここを1つにして次を2つにします。1、2でこのマーカーは必要がなくなるので外しておきます。最初の細編みに引き抜きます。これで3周が終わりました。長さは32センチ。次に側面を編んでいきます。側面は数を増やさないでずっと一つに一つずつ、鎖一つ、根元に細編み、後で見分けにくくなりそうだったらマーカー、次も細編み、全部一つに一つの細編みをしていきます。ここでも同じ一つに一つずつぐるっと編んでここまで戻ってきます。側面1周目を編んできました。これが最後の細編み、最後の細編みに最後の細編み、ここは引き抜いた糸なので細編みをしません。最初の細編みに引き抜きます。これで側面の1周目が終わりました。次は2周目、同じように編んでいきます。鎖1つ、根元に細編み、で一つに一つずつ細編みを続けていきます。このまま細編みを続けて、で最後は最初の細編みに引き抜いて鎖一つでまた編んでぐるぐると続けていきます。このまま好みの深さになるまで編んでいきます。途中で糸が短くなったら新しい糸を足していきます。糸を足すタイミングは細編みの途中、これを引き抜くのに新しい糸で引き抜きます。これで糸が変わりました。このまま続けていきます。糸端を編みくるんでいっても大丈夫です。でこの糸端は後で針で隠していきます。16センチ編んできました。段数は23段。ちなみに横幅は34センチ。
私はこれぐらいの比率にして作っていきます。次に透かし編みをしていきます。まず鎖1つ、根元に細編み、1つ目の細編みにマーカーをつけておきます。次は鎖4つ、4、足元は3つ飛ばして4つ目に細編み、1、2、3、4、細編みと鎖4つ細編み、また鎖4つ、1、2、3、4、足元1、2、3、4、次も鎖4つ、足元1、2、3、4、これを繰り返していきます。1、2、3、4、1、2、3、4、これで1周します。側面の模様編みの終わりまで来ました。今細編みを編んだところ、最後も鎖4つ、最初の細編みに引き抜きます。これで1周目が終わりました。次は2周目。2周目はまず鎖3つ、1、2、3、1、2、3、根元に長編み1つ、これで鎖3つと長編み1つ、鎖のアーチの下に針を入れて細編み、細編み、鎖3つと長編みと細編み、次また鎖4つ、1、2、3、4、次のアーチに細編み、これで鎖4つのアーチが1つ、もう1つ鎖4つで、また鎖の下、これで鎖のアーチが2つ。次は扇形を作ります。細編みに長編み3つ、1、2、3、これで細編みに長編み3つ、最初に鎖と長編み、次から鎖のアーチが2つで長編み3つの扇形、これを繰り返していきます。扇形の次は鎖の下に針を入れて細編み、こんな形になります。次またアーチ、鎖4つ、1、2、3、4、次の鎖の下、もう一度鎖4つ、
鎖の下、これでアーチが2つ、また扇形、真ん中に長編み3つ、1、2、3、これで長編み3つで、鎖の下に細編み、扇形ができました。扇と扇の間はアーチが2つ、これを繰り返していきます。扇の次はアーチ、でまた扇形、で鎖の下で、これで1周します。模様編み2周目の終わりまで来ました。今アーチを2つ作って細編みを編んだところ、最後はこの最初の鎖と長編み、ここに長編みをプラスして扇形を完成させます。長編み、最初の鎖の下から3つ目、1、2、3で、上が2本で下が1本、この位置に針を入れて引き抜いて、これで扇形ができました。次は3周目。3周目は扇形の斜め上、ここに扇形を作っていきます。この扇形の斜め上、ここに扇形、次も斜め上と扇形を作っていきます。まず細編み、鎖1つ、根元に細編み、マーカー、ここに扇形、長編み3つ、1、2、3、これで長編み3つ、次の鎖の下に針を入れて細編み、扇形、細編み、次は鎖4つ、1、2、3、4、鎖の下、これでアーチができました。扇、アーチ、扇、次のこの細編み、1、2、3、で下の扇の真ん中に細編み、これでこの扇形の斜め上に
扇形ができました。次も扇形、ここに扇形を作ります。で、鎖の下、これで扇形が2つ。次はアーチ、1、2、3、4、鎖でアーチが1つ。また扇形の斜め上に扇形、ここにも扇形、まず真ん中に細編み、また扇形、で鎖、次も同じアーチ、扇形、真ん中で扇形、こんな感じで一周します。模様編みの3周目を編んできました。今アーチを編んで細編みをしたところ、最後に扇形、この細編みに長編み3つ、1、2、3、で最初の細編みに引き抜きます。これでつながりました。次は4周目。4周目はこの扇形の真ん中から糸を出します。なのでこのまま隣、かぶせて、もう一度隣、このままかぶせて、これで真ん中から糸が出ました。ここからスタートします。鎖1つ、細編みでマーカーをつけておきます。でここでもまた扇形の斜め上に扇形、この扇形の斜め上にも扇形、今細編み1つ編んで、ここに扇形、
長編み3つ、鎖の下に細編み、次も扇形、この扇の斜め上、ここに長編みをします。で、扇形の真ん中、こんな感じになります。で、次はアーチ、扇形2つ編んだら次はアーチ、鎖4つで、真ん中で、次また扇形、この扇形の斜め上、この扇形の斜め上、こことここに扇形を作ります。細編み、で、扇形2つ編んだら次はアーチ、1、2、3、4で、扇形、扇形2つ編んだらアーチを作ります。1、2、3、4で、これを繰り返して1周します。4周目の終わりまで来ました。今扇形を2つ作って細編みを編んだところ、これは最初の細編み、最後はアーチを作ります。鎖4つ、最初の細編みに引き抜きます。これでつながりました。次は5周目。5周目も扇の上に扇を作っていきます。この扇の斜め上、こっちの扇の斜め上、ここに扇を作ります。こっちもここに作ります。で、またこの扇形の真ん中からスタートします。なので糸を移動させます。もう一つ、これで真ん中から糸が出ました。
鎖1つ、細編みでマーカー、ここに扇形、で次の扇の真ん中、ひし形ができていきます。次はアーチ、このひし形の中はアーチになっていきます。鎖4つ、1、2、3、4で扇形1つの次にアーチを2つ、また扇形、で扇を1つ、次またアーチ、1、2、3、4、これでアーチが2つ、扇形1つ、アーチが2つ、扇形1つ、アーチが2つ、こんな形になるように作っていきます。で次またここで扇形、次にアーチ2つで扇形と繰り返して最初のところまで戻っていきます。5周目の終わりまで来ました。今扇形の後にアーチを編んだところ、最初の細編みに引き抜いて、これで5周目が終わりました。今編んだところは、これはここと同じ、次はこの部分、同じように繰り返していきます。ただ位置だけ斜めに少しずれて模様が出来上がっていきます。この扇の斜め上に扇、この扇の斜め上に扇、こんな感じでできていきます。でまたこの扇の真ん中からスタートします。糸を移動させて、鎖1つと細編みを編んで、ここに扇形、
少し前に編んだのと同じです。これを繰り返して編んでいきます。この次にはここと同じようにぐるっと編んで引き抜いて、これを続けていきます。好みのバランスになるまで編んでいきます。9周編んできました。長さは10センチ。今アーチが一つの状態。最後にもう一周模様編みをしていきます。今までと同じような編み方なんですが、アーチの鎖4つを3つにします。そこだけ違っていて、あとは同じです。足元を見ると扇形が2つ。この間にアーチを編みます。鎖1つ、細編みをして、今までは鎖4つだったんですが、ここでは鎖3つで扇形。それ以外は今までと同じ。またこのまま一周します。ここでアーチ、鎖3つ、これで一周します。一周編んできました。次は細編みをしていきます。鎖1つ、根元に細編み、次は鎖の下、3つの鎖の下に3つの細編み、次から1つずつ細編みの上、長編みの上、細編みの上、長編みの上、鎖の下には細編み3つ、これで一周します。模様編みが終わって細編み2周編みました。その前の模様編みの最後の周、鎖3つにしたんですが、2つに変更しました。こっちも鎖2つで、次のこの細編みは鎖2つの下に細編み2つ、こっちも2つ、
こんな感じに変更しました。鎖2つ、細編み2つで、もう一周細編みを編んでいます。こんな感じになりました。次にハンドルを作っていきます。ハンドルを作る位置にマーカーをつけます。これはまず底を見て、で脇を決めて、大体の脇の位置にマーカーをつけます。次に数を数えて、同じ数になるようにします。次にストラップを編む位置、私は中央をだいたい11センチに決めて、で脇は同じ長さ、私の場合は11センチ、こっちは10センチ、こっちも10センチ。ちなみに細編みの数はマーカーの次から数えて15、こっちは13、ここから数えて13で13、こんな感じにしました。次に糸が出ているところから、この脇につけたマーカーは必要なくなるので外しておきます。糸が出ているところから続けて細編みを編んでいきます。鎖1つ、細編みで、このマーカーの手前まで細編みを編んでいきます。で、マーカーのところにも細編み、これは1つ目の細編み、1つ目の細編みから鎖を編んでいきます。まずマーカーのところに細編みを編んで、次から鎖、まず1つ目、この1つ目の鎖にマーカーをつけておきます。これは後でこの鎖が小さくなって編みにくいのでマーカーをつけておくと便利です。2、3、4、5、6、7、8と続けて作りたいストラップの長さになるまで編んでいきます。この鎖はあまりきつくならないように編んでいきます。このまましばらく編んでいきます。鎖編みを47センチ編んできました。鎖の数は62。私はこれぐらいの長さにしていきます。これは仮に留めてみて、腕を通してみて好みの長さにします。もう少し長くしても短くしても大丈夫です。好みの長さにします。次はこれを細編みでつなぎます。最後の鎖にマーカーをつけます。これが最後の鎖。でここも後で小さくなって編みにくくなるのでマーカーをつけると便利です。で鎖がねじれていないか確かめます。でマーカーをつけたところに細編みでつなぎます。でこの時ここが鎖、長い糸でマーカー、
マーカーのついている細編みに手前から向こうで細編みをします。これでつながりました。次から一つに一つずつ細編みをしていきます。このまま細編みを続けて、反対側も同じ細編みをしていって、マーカーのところにも細編み、鎖を同じ数だけ編んで、でマーカーのところに細編み、また細編みをして、最初の細編みに引き抜きます。鎖一つでまた細編み、ここでカーブを作ります。ここまで編んできます。スタートしたところで引き抜いて、次の細編みを編んできました。ここは一つ目のマーカーの手前。今足元を見ると細編みが一つ残っています。これは鎖の出ている細編み。この両脇から糸を出します。これは一つ目の鎖。ここからも糸を出して二つを一つにします。まずここからこの細編みの手前、糸を出して、次は一つ目の鎖。ここにはマーカーがついています。ここからも糸を出して、これを一度に引き抜きます。これでカーブができました。次から一つずつ鎖の上に細編みをしていきます。でこの今引き抜いた糸にマーカーをつけておきます。このまま一つの鎖に一つの細編み、この付け根の手前まで編んできます。二つ目のマーカーのところまで来ました。足元を見るとこれが最後の鎖。最後の鎖にはマーカーがついています。次は最後の鎖とこの細編み、ここから糸を出して、ここからも糸を出して2つを1つにします。この鎖の出ている細編みの両脇、こことここで、このマーカーのついているところ、この鎖から糸を出して、次はここ一度に引き抜いてカーブができました。今引き抜いた糸にマーカーをつけておきます。次から一つに一つずつこのまま反対側も同じ細編みをして、でこの鎖
の出ている細編みの両脇、こことここ、糸を出して一度に引き抜いて一つにします。で、細編み、ここでも同じ鎖の出ている細編みの両脇で糸を出して一つにします。スタートしたところ、ここまで細編み編んで引き抜いて鎖一つ細編み、ここでまたカーブを作るのでここまで編んでいきます。またスタートしたところで引き抜いて次の細編みを編んできました。次はこのマーカーのところをスキップして細編みをしていきます。まずここに普通の細編み、ここはスキップして次の細編み、細編みを編んで細編みを編んでと編んでいきます。これでカーブを作ります。まずここ普通の細編み、マーカーのところはスキップして次、普通の細編み、ここからまた一つに一つずつこのままと次の付け根までここまで編んでいきます。反対側まで来ました。またここでマーカーをスキップします。ここに普通の細編み、こっちにも普通の細編み、次はここ、これでカーブができました。次から一つに一つの普通の細編み、で反対側も同じマーカーのところをスキップして細編み細編みで細編みをして、またここでも細編みスキップ細編み、スタートしたところの手前まで編んでいきます。細編みで一周してスタートしたところまで来ました。最後に針で始末します。これが最後の細編み、少し長めに糸を残して最後の細編みから糸を抜きます。でこれが最初の細編み、最初の細編みの隣に針を入れます。手前から向こう、端から1、2で、これが最後の細編み、最後の細編みの上から針を入れます。で整えて、であとは裏でほどけないように糸端を隠します。
最後にストラップの内側を細編みで一周します。一周すると形が整うのと丈夫になります。なのでこのストラップのここぐらいから始めていきます。新しい糸で糸を引き出して鎖1つ細編み、この糸端は編みくるんでいっても大丈夫です。これが1つ目。次もこの2本の糸の下次はこの端次はこの端で、ここは角になっています。こことここで一つにします。糸を出して、ここからも糸を出して一度に引き抜いてカーブを作ります。この角のこことここ糸を出します。次はここ、これを一度に引き抜いてカーブができました。次から一つに一つずつこんな感じになります。次も一つに一つずつ、ここでまたカーブを作ります。ここまで編んでいきます。またここで角になっています。ここから糸を出して、次はここ糸を出して一つにします。まずここ、次はこの端で、一度に引き抜きます。これでカーブができました。次はこの端、大体で入れやすいところに入れていきます。次はこの端、次からこの細編みの鎖になっているところ、でこのまま一つに一つずつ細編み編んで、ここまで編んでいきます。一周編んでスタートしたところまで来ました。また針で始末します。少し長めに糸を切って
最後の細編みから糸を抜いて、端から1、2、2つ目に手前から向こうで、最後の細編み、上から針を入れます。で、あとはさっきと同じ裏でほどけないように隠します。反対側も同じように細編みで一周します。これで出来上がりました。とても可愛く出来上がっています。模様は可愛すぎないで、すっきりとした透かし模様。ストラップは少し太めにしました。ここが少しボリュームがあるので、ストラップも合わせて少しだけ太めにしました。ストラップの長さは肩にかけて使える長さ。そこは少しだけ広め。こんな感じ。すっきりとした模様で使いやすいバッグが出来上がりました。で、サイズを測りました。上から下まで29、横幅33、ストラップは47センチ、使った糸は 270g。 こんな感じになりました。最後までご視聴ありがとうございました。